国際経済という言葉からどのようなことをイメージされますか？高速道路、空港、港といった経済インフラが整備され、経済が発展し、街には高い高層ビルがそびえ立つ、このような街の近代化、あるいは栄養状況が良くなり、貧困が解消され、人々の顔に笑顔が戻る。皆さんが住んでいる町にいろんな外国の人が訪れ、国際色豊かな新しい職場が生まれる。これらはすべて正しいことですし、事実、今この瞬間にも開発途上国で実際に起こっている経済発展の姿なのです。大切なことは、こういった豊かさは一人では実現できないということです。これらを達成するためには、人々が心を開き、自分の考えを述べ、経済発展から得られる豊かさを一緒に分かち合うことができる相互互恵的な関係、つまりウィンウィンな関係のパートナー、友達になることが必要なのです。アジアの開発途上国の一つ、ベトナムを紹介しましょう。ベトナムは日本との間において政府間、民間企業、そして市民レベルでも有効な交流が続き、ますます発展しつつあります。日本の多くのシニアの中には、若い頃身につけた製造業、農業での技術をベトナムで現地の若い人に伝えるべく頑張っている人が多くいます。一方、ベトナムからは日本の経済発展を学ぼうと日本に留学したり、あるいは日本企業の研修で経験を積む、そういう若者が今増えつつあります。この背景には、人口年齢が若く、まだ高い技術があまりないベトナムと高齢化が進み、高い技術を持つ日本との間の相互補完関係があります。この点は皆さんが大学、特に国際経済を実学という点から学ぶにはとても良い環境なのです。なぜならば、経済理論、データ分析、フィールド調査といった学術的な方法を通じて、どのようにして日本企業とベトナム企業の間にビジネスの成功モデルが生まれているか、そしてこれが皆さんの社会にどのような影響を与えるかを研究することができるからです。必要ならば皆さんが日本の企業にビジネスのアイデアを提言する、そういったこともできるでしょう。このように皆さんが学びつつ、そして直接日本とベトナムの民間の交流を発展促進できるという環境、これは皆さんが生まれる前にはなかった新しい国際舞台と言えると思います。今この21世紀、僕の研究テーマは開発経済学です。開発経済学は国籍を問いません。この新しい時代に開かれた国際舞台で、日本の経済発展にもつながるウィンウィン関係、これをまずは一緒に学び、そして新しい時代を一緒に多くの友達と築いていきましょう。